はい。全国民10万円給付特別定額給付金の2回目、給付金の中身と理由ということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいと思います。で、この給付金に関する動画っていうのは、給付金の情報が出るたびにアップさせていただいてますので、給付金の情報が出たらすぐに知りたい、あるいは確実に申請を完了して確実に給付されたいと思っていらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。またこのようにですね、例えば特別定額給付金の2回目、まだあるかないか分かってないんですけども、そういったようなことですとか、あるいは給付金に関するような情報が出たときに、すぐに動画でアップさせていただきますので、チャンネル登録をしていただければというふうに思います。それでは早速いきたいと思います。まずこの特別定額給付金ってそもそもなんだっけっていうふうな話なんですけども、これはコロナ禍にやった給付金のことですね。2020年なんで、もう結構4年ぐらい前なんですけれども、やった全国民に対して1人10万円を給付しますと。所得制限なく全国民に1人10万円給付しますよといった給付金ですと。で、それの2回目って何ということなんですけれども、これはコロナ禍と同じように今国民が非常に苦しいといったような声がありますといったようなところです。で、その国民の声を受けて2回目がある可能性があるんじゃないかというふうに言われていて、で、さらに今年はこの衆議院解散もある可能性が謳われてますので、そこでこういった特別定額給付金の2回目があるんじゃないかなというふうに想像されているといったようなところです。で、とにかく国民の声としては生活費の負担が苦しいといったようなことになっているといったような状況です。先ほど言ったようにコロナ禍よりも生活が苦しいと。これは例えば旅行業とか観光業、あるいは外食に関するようなものに関しては、外出制限とかありましたので非常に苦しいというものがあったと思います。ただ我々国民にとっては物価が上がっていて給料が上がっていないっていうふうな状況なので、コロナ禍よりも苦しいですよといったような現状があります。例えばスーパーに行っても2割3割、ものによっては5割上がっているようなものもあると思います。それに比べて給料は上がってないと。ベア 5% とか徐々に上がってますよっていうふうに新聞に載ってたりとかしますけど、それはあくまで大企業に限ったことで、我々一般的な国民が勤める、もうほとんどが勤めている中小企業に関してはほとんど給料が上がってないといったような現状があります。国民の下支えが必要といったような状況になっていて、その結果が岸田内閣のもうとんでもない低支持率といったようなところにつながっています。で、今年は衆議院解散があると言われています。なぜあるのかと。任期満了は来年の10月ですよというところなんですけれども、このまま今年ですね、9月を迎えると自民党の総裁選があります。任期は当然2025年の10月、これは衆議院ですね。衆議院議員としては来年の10月まで任期があるんですけども、その前に自民党総裁選があって、この低支持率の状態では当然自民党としても岸田首相を再選すると。自民党総裁として再選するっていうことにはおそらくならないので、この岸田首相としてはこのまま自民党の総裁選今年の9月を迎えてしまうと首相でいられなくなってしまうというふうなことがあるので、この1月から6月、今年の1月から6月の通常国会の中で政治資金規正法を改正して、あるいは6月から始まる減税4万円というもののスタートを待って、そこで国民の支持率が少し上がったところでですね、衆議院解散を行って、過半数に近いぐらい獲得できれば国民の支持を得ましたよということで、自民党の総裁選も再選させてもらうといったようなシナリオを書いています。そのため衆議院解散がある可能性もあるんですけれども、ただこの低い支持率では解散は到底無理なので、何らか今岸田首相が打ち出している政策以外にもこういった特別定額給付金の2回目であったりとか、補正予算だったりとかっていうものを打ち出してですね、やってくる可能性もあるんじゃないかというふうに思ってます。で、給付金っていうのは今まで繰り返し給付されてきています。ここ10年、15年だけをとっても、この、1万2000円、1人1万2000円を給付したっていうふうなこともありますし、あるいはコロナ禍のですね、この給付金ですね、1人10万円給付したってこともあります。非課税低所得に限っては、去年、一昨年というところで10万円、10万円といったような形で繰り返し給付金として給付されているといったようなものもあります。これ以外にも給付金の中身っていうのは
たくさんあります。国民への還元としては、給付金という形じゃないかもしれないんですけども、補助金とか支援金とか、あるいは減税といったようなものはたくさんあります。各自治体の給付金ですね。例えば、徳島県の阿南市に限っては、今年ですね、1世帯あたり10万円給付するといったような給付金があったりとかします。あるいは今年の6月から減税4万円始まりますね。子育て支援、あるいは教育支援金といったものも全国にあります。地域振興券が販売されたりとか、あるいは住宅の支援金、家を作るときに補助金が出たりとかですね。あるいは生活保護、ちょっとこれは性質は違うかもしれないですけれども、そういったものですとか、医療費の補助。これはそういった医療費をサポートするっていう福祉サービスですね。そういうものがあったりとかします。様々な給付金とか、あるいは補助金がありますというところですね。で、これは、選挙対策で給付されてますよっていうふうに、結構思ったりするんですけれども、意外とこの給付金の中身とその理由ということに考えると、それぞれのニーズがあって給付されているといったようなものがもうほとんどですね。やっぱり理由があって各自治体で給付金補助金があったりとか、あるいは子育て教育、先ほど言った住宅の支援とか医療費の補助、そういったところは必ず国民のニーズ、国民の声を受けて、そういった給付金補助金が決まってきているというものがあります。ある程度ちょっと調べたんですけども、やはりそれぞれにそういったニーズがあって理由があって給付されているというものがありますので、この特別定額給付金のもし2回目があるということになれば、コロナ禍と同じように国民が非常に生活費苦しくなってますよという声を受けて実施になるといったようなことになるんじゃないかなというふうに思ってます。で、他の動画でもお話しさせていただいたように、この給付金とか補助金に関する動画っていうのは結構再生していただいて、皆さんに見ていただいてます。で、この政府の関係者の方もこういった国民の声というものについてはたくさん注目して見てると思いますので、こういった補助金とか給付金に関する内容について賛成あるいは反対といったような意見だけでもいいですし、こういう理由で給付してほしい、こういう補助金やってほしいといったような内容もぜひこのコメントで書き込んでいただいて、そういった政府の方もご覧になっていただいていると思うので、一言でも賛成でも反対でも、あるいはこういった理由で、こういう補助金大体これぐらい欲しいとか、そういうところもぜひ書き込んでいただければというふうに思います。で、先ほど言ったように、補助金に関する動画っていうのは、新しいニュースが出ましたらすぐにアップさせていただいてますので、新しい補助金に関する動画が出た場合は、すぐに知りたいという方は、ぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。ありがとうございました。